こんにちは。今日は寒い島にて宿泊するホテルサラサムイのご紹介です。今回で2度目の宿泊になりますが、綺麗かつ各部屋にプールがついており、一度泊まったらリピート間違いなし。では早速チェックインのために受付に行きましょう。こちらがホテルのエントランスです。開放的で涼しげですね。ここでもゆったりと過ごせそうなので、宿泊部屋をここにできないか交渉中です。ではお部屋へゴー。こちらが今回宿泊するお部屋。白を基調としていてとても涼しげに感じますね。このソファーも結構大きくて大人1人でも寝れそうなサイズです。目の前にプールがありますが、次の動画でご紹介したいと思います。ベッドは大人2人、子供1人でも十分スペースのある大きいサイズです。お部屋の全体像はこんな感じ。床は大理石なので夏場でも歩いていて気持ちいい。なんとこちらにはおしゃれなバスタブが。ここは後ほど時間をとって紹介しますね。すっごく楽しみ。こちらはシャワールーム。見た目以上に奥行きがあり、広くて入りやすいです。ここは洗面所ですね。大人1人につき1つ洗面台がついてきます。こちらの洗面台には大きな丸い鏡が。鏡よ鏡、この世で一番美しい。また別のシャワールームがありますね。もちろんシャンプーリンスなどのアメニティもしっかり揃っています。冷蔵庫の中に入っている飲み物は、こちらは基本的には全て有料みたいですね。ハイネケンの瓶ビールが180バーツだから日本円にすると720円ぐらい。高え。では部屋のプライベートプールに移動。これがこちらの部屋についているプライベートプールです。ほらワクワクするんだ。ではこれから早速着替えてプールに入りたいと思います。どうしてだよ。あ、これはスコールかな。これスコールになるのかな。雨がどっしゃーって降るやつ。動画だとあんまり映せないな。まあ、そんな強くないのかな。ちなみに息子は我慢できず入っています。プール最高だけどさ、やばい、ズボン押しそう。やばい、ズボン押しそう。なんかウェルカムドリンクでシャンパンか何かワインだったかな、もらえるっていうことになったんですが、まあ子供がいるからアルコール飲めないよねっていうので、ソフトドリンク頼んだらこれが出てきました。美味しそう。ちょっと探検しようと思ったらトラブル発生。一部ライトの電気がつかなくなったので、スタッフさんにお願いをして修理をしていただいております。雨が上がったのでお外を少し散歩してみます。ここは宿泊者全員共有のプールエリア。直結でビーチにも行けるので、その時の気分で好きな方で遊ぶこともできます。ここはプールとビーチの間に位置するビーチバーですね。かっこよ。今度はビーチ側に来ました。先ほどのカフェの目の前に広がるビーチ。ちなみにここにはたくさんのチェアがありますが、それぞれの場所には電子ベルが置いてあり、先ほどのバーの店員さんを呼んで注文することもできます。では早速店員さんを呼んで、この天候を晴天に変えてもらいましょう。あれなら最高なのに。お、奥の方ではジェットスキーをやってるみたいですね。楽しそう。あ、猫ちゃんで。
しばし猫追走モードにお付き合いください。みゃん、あ、みゃん、かわいい、かわいい。かわいい。どこ行くの？こっち来て。どこ行くの？どこ行くの？こっちだよ。ついてっていい？おお。どこ行くの？どこ行くの？教えて。バイバイ。では一旦部屋へ戻ります。はい、別の電球にトラブル発生です。先に言っておきますが、ホテル側は決して悪くありません。トラブルを運んでくる僕の引きの強さが問題なんです。このお部屋も以前宿泊した際には全く問題がなかったので、何かを持ってきてしまったとしか言いようがありません。きっとお兄さんがパパッと直してくれるでしょうから、少し待ってみましょう。でもスタッフさんが2人となれば文殊の知恵ですね。いや、治らなかったみたい。明日またチェック来るんだってさ。何が治らなかったって？電気がチカチカしてたから、それをチェックしてもらってたんだけど、結局電球開けて中見たりしたけど何も治らなかった。ということでレストランへ移動中。苦手な人とかいるんだろうな。寝てんのかな？全然動かないよ。カエルさん、置物ですか？生きてますか？カエルさんバイバイ。てなわけでレストランに到着。レストラン名はザ・テント。外側にも席があるのですが、探してたらさっきの猫ちゃんがいました。にゃん、どこ行く？一緒にご飯食うか？一緒にご飯食うか？なあ、一緒にご飯食うか？ちなみに店内席はこんな感じ。シックで良さげ。ここからは料理のご紹介。焼きたてウインナーは必須ですよね。右上のは骨付き肉かな。エビはかなり食されていますね。トッピングは非常に種類が豊富。これは蓋開けたけど分かりません。これは豚ほほ肉のコロッケ。右のやつはおすすめ。ムークローブと呼ばれるこの料理は日本語で言うと豚バラ肉のカリカリ揚げで、シンプルな味付けですが病みつきになるほどの食感を持ったお肉料理です。糖質も少なく健康的らしい。なくてはならぬハムたち。もちろんライス系もありますね。こっちは何だろう。左はひき肉系の何か、右は豆のスープかな。これは揚げポテト。お、スイーツコーナー見つけました。いちご味のミニパフェみたいなやつとか、タルトのようなものもありますね。さすがに全部食べられないな。チーズもある。こちらは海鮮コーナー。貝類はいくらでも食べられちゃいますね。痛風みんなでなれば怖くない。こちらはマグロの刺身。これだけいろいろあるとつい歌いたくなってしまいますね。波音聞いて、音楽聴いて、ご飯食べながらお酒なんて飲めたら幸せ極まりないですね。自分たちの席に行ったら心の友がいました。パキスタンへの引っ越し以降、家でもよく見るのでもう心を許しました。ペコペコ動いてる。タイティー。
こちらは注文したタイティー。急にボトって音がしたので見たら、これヤモリのしっかり踏んづけてパテみたいにしちゃったんだけど、もう絶好です。何？パテをデコピンしてたらナイトショーが始まりました。ファイヤーショーは欠かせないようですね。息子が夢中になって見ています。すげえ。うわー、おえー、増えた。ファイヤーショーはそれにて終了。どこ行くの猫ちゃん。ということで本日すべてのイベントが終了したため、これからここにお湯を張ってバスタブに浸かろうと思います。どうしてだよ。めちゃくちゃ麦茶色の水が出てきている。今日は諦めます。あー、そうかそうか。今日不運続きだったから慰めに来てくれたんだね。ありがとう。さっきはひどいこと言ってごめんね。仲直りをして今日を締めくくろうね。白状者ということで、本日は宿泊ホテルのサラサムイをご紹介いたしました。ちょっとしたトラブルはありましたが、各部屋のプライベートプールやレストラン、ビーチ、ファイヤーショーなどいろいろと楽しめて盛りだくさんでしたね。寒い島に行くけどホテルを迷っている方がいらっしゃればご参考になれば幸いです。では本日の動画はここまで。こちらの動画が少しでも役に立ちましたら高評価およびチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。